源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に熟語訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。では具体的に見てみましょう。女房、行為、あまた侍玉池ける中に、こんな風に原文を読み上げますので、あなたもそれに合わせて音読をしてください。次に赤字で現代語訳が表示されます。一語一語、特に傍線部分に着目しながらしっかり見比べてください。さらにはイラストが出てきます。イラストでイメージを持たせながら次に進んでいきましょう。それではイラスト訳本編のスタートです。今回で遠野中将のエピソードが終わります。彼の恋人であった常夏の君は正妻の嫌がらせによって失踪してしまいました。遠野中将はそこで品定めをして締めくくります。では行ってみましょう。これこそのたまえる儚き試しなんめれ。釣れなくてつらしと思いけるも知らで。哀れ絶えざりしも益なき片思いなりけり。今ようよう忘れゆく際に、彼はたえしも思い離れず。折々人やりならぬ胸こがるるゆうべもあらんと覚えはべり。これなんで保つまじく頼もしげなき肩なりける。さればかのさがなものも、思いいである方に忘れがたけれど、差し当たりて民には煩わしくよ。よくせずは飽きたきこともありなんや。ことのね、すすめけんかどしさも、すきたる罪重かるべし。
この心もとなきも。疑いそうべければ。いずれと、ついに、思い定めずなりぬるこそ。世の中や、ただ、核こそ。とりどりに、比べ苦しかるべき。この様々の良き限りを取りぐし。なんずべき、ふさわい、混ぜぬ人は、いずこにかはあらん。吉祥天女、思いかけんとすれば、大気づき、くすしからんこそ、また、わびしかりぬべけれ。とて、みな、笑いぬ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。さて、今回は、ぬがたくさん出てきましたので、おさらいをしておきましょう。まず、このぬなんですけれども、識別できますでしょうか？ぬを識別する際、まずは直前部分を確認します。人やりならずという連合を覚えている人はすぐに見分けがつくと思いますが、覚えていなければ直前部分、断定の助動詞なりの未然形に接続していることを確認しましょう。ならば、このぬは未然形接続の打ち消しの助動詞ということになります。さて、このぬは識別できますでしょうか？直前部分、まぜという形ですね。下二段動詞、まずの未然形か連用形か下二段ならわかりません。なので、直前部分からは見分けがつきませんが、その場合、直後も確認をします。直後に、人という体言が接続していることから、このぬは連体形になる。ならば、打ち消しの助動詞図の連体形になる。こんな確認の仕方です。先ほどの上の部分も胸という体言に接続していることから、ぬは連体形とわかりますので、識別がつくでしょう。このように、ぬが出てきたら、まず打ち消しの助動詞図ではないかと確認をしてみましょう。さらには、完了、脅威、並列の助動詞ぬという場合もあります。識別方法は、まず直前部分を見、接続が未然形ならば打ち消しの助動詞。さらには直後を見て、そのぬ自体が連体形であれば打ち消しの
助動詞ということです。完了教意並列のぬの場合も識別方法は同様です。まず直前部分を見、連用形接続であれば完了の助動詞。そしてぬ自体が終止形であれば、これは完了の助動詞ぬということになります。さらに本文を見てみましょう。わびしかりぬべけれとて笑いたまいぬ。ラストの部分にぬが2回出てきましたので確認をしましょう。上の方のぬなんですが、直前部分を見ると、蓄活用形容詞、わびしの連用形に接続しています。下の部分は、は行、余談活用動詞、笑うの連用形に接続しています。このように、連用形に接続しているということが分かれば、このぬは完了教意並列の助動詞ぬということになります。さらに直後も確認してみましょう。上の部分は、べしという助動詞に接続していますね。べしは終止形接続の助動詞。したがって、このぬは終止形ということになります。下の部分は、句点、丸がついていますので文末です。かかり助詞もないので、このぬ自体は終止形ということになります。ぬが終止形であるならば、なーにーぬという形の完了教意並列の助動詞というわけです。では、完了なのか教意なのかなんですけれども、並列にはなってないので外します。完了か教意かで識別をしていきます。まずわかりやすい下の部分から、笑いぬというぬが単独で出てくる場合は、基本的に完了の助動詞というふうに思ってください。笑った、笑ってしまった動作が完了する、そんな場合に使われます。上の部分なんですけれども、べしは推量系統の助動詞、未来を表す助動詞ということです。ならばこのぬが完了というのは不自然ですよね。こういう場合、このぬを完了ではなく、きっと何々とか、何々してしまいそうとか、そんな風に強めで訳をします。これが教意の使われ方です。さあ、今回のぬは見分けられましたでしょうか？ぬが出てきたら、直前部分を確認し、未然形接続ならば打ち消しの助動詞、連用形接続ならば完了教意並列の助動詞ということになります。さらには、直後などを確認し、ぬ自体が連帯形であるのか、終止形であるのか、そこからも見分けることができます。そして、ぬべしという確実用法が今回出てきていましたね。つ、ぬという完了教意並列の助動詞が、む、べし、らむ、ましなどの推量系統の助動詞とセットで用いられたりする場合、このつやぬは完了ではなく教意という形になります。訳の仕方は、きっと何々とか何々してしまうとか強めで訳をしてください。さあ、今回の天代の品定め、唐の中将の話はいかがだったでしょうか？唐の中将は玉の神の話を引き継ぎ、自分の恋人の例を出してまとめます。玉の神の最初の恋人であった嫉妬深い女、そして2番目の恋人であった浮気っぽい女、さらには自分の失踪してしまった儚げな恋人。この3人、どれをとっても良い部分もあれば悪い部分もあったんですね。どれが一番いいなんていうことは決められない。もし仮に全く欠点のないような女性がいたならば、それはまさしく吉祥天女、すなわち仏教の守護神であるということになって、なんだか仏臭くしらけてしまいますよね。やっぱり女性は欠点が一つぐらいある方が可愛いんじゃないの？これが唐の中将のまとめということになります。さあ、今回も第2章母切り天代の品定めからの動画でした。
第1条キリツボにおいてはすでに YouTube にアップしてあります。リンクを下に貼っておきますので、また確認をし、最初からご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。